第6章結論。人はどうすれば生きていけるのか、あるいは生きていく価値があるのか。ここまでに述べてきたような厳しいパンツという制約の中で、今後人は生きていけるのだろうか。生きていけたとしても意味のない生を生きるしかないのだろうか。いや、人が生き続けていく道はあることはある。ただそれは大変難しい道だ。深く考えるまでもなく、今日の危機中の危機、自然的にも社会状況的にもは間違いなく我々人が作り出した。その責任を考えることもなく、ただ自分の都合で生き延びようとするのでは意味がないし、それでは他の人あるいは他の動植物の生命を傷つけるだけの自分勝手な存続になるだけだろう。そしてまた簡単に次の袋小路に入り込んでしまうだろう。何しろ人は自らの進化の過程にも足を踏み込んだ上、他の生物の進化にも介入した。一番いけなかったことはその行為に対し無自覚だったことだ。地球の自然環境のリサイクルにも平気で介入し、うっかりすると自分たちの土俵である地球全体を破壊しかねないところまでやってきた。そしてようやくこのままでは生きていけないかなという疑問を持つ程度のところまで来た。それすらも気づいていない人たちだとて山のようにいるのが現状である。反省が生まれるのは当然のことだ。だがそういう反省もまだまだ身勝手な範囲にとどまっている。例えて言うなら、親のすねをかじって他人に犯罪的な迷惑をかけて生きてきたところ、その親がかじられたすねのせいで死にそうになったとする。それではもうこれから勝手ができなくなるからもう少し生きていてほしい。もっとかじりたいというのでは本来の意味の危機感などではないのではないか。そういう疑問はこのままやっていければそれに越したことはないという問いでの哲学に基づいている。そんなことなら人は絶滅した方が地球にとって良いことだろう。その人が神によって選ばれた存在だとかいうのは全く根拠があり得ない。勝手な思い上がりである。もちろんその中のある民族だけが神に選ばれたということもあり得ない。控えめに見積もっても10億人ぐらいはゆったりと共存していける地球で、ごく一部の集団だけが生きる権利を持ち、豊かな土地を与えられたということがあり得るわけはない。そういう考えを先民意識というが、その集団が生きていくのが苦しいとき、みんなで頑張ろうと励まし合うためには意味があった。しかし内部的に見ればという限定付きの話である。先民意識は内部の結束を高めること以外には、他者を差別し攻撃するためだけに役立った。そして実際にはその機能が逆に内部結束を高め、他者攻撃の意識を増大させ、危機脱出の力となった。ユダヤ教からキリスト教に受け継がれたこの考えは、救世主を待ち望むメシアニズムと結びついていた。かくてメシアニズムは差別と選別と攻撃と遠征を生んだのだった。メシアニズムの起源はミトラ信仰に悪心の観念と、その悪心との戦いの観念を持ち込んだ。ゾロアスターまで遡れるとも言えるが、ユダヤ教とキリスト教がそれを最も強く体現したと言える。右の方を打たれれば左の方も差し出さなさいというイエスの教えは、新約聖書を編纂した弟子たちによって改ざんされ、他人どころか同じキリスト教徒でも少し教義解釈の違う異端派なら、集団的に虐殺していくという攻撃性を持って実質化された。実際ゲルマン人の政治的統一はフランク族の王クロービスがアタナシフス派キリスト教に改宗したことから実現された。クロービスはゲルマン人に多かったゲルマン人の宗教と呼ばれたアリウス派キリスト教徒たちを攻め滅ぼしていった。ヨーロッパに連綿として残っていくことになる異端狩りや魔女狩りや異常な猫狩りの暗い伝統はここに始まる。そうした他者攻撃につながる救済思想こそ、これからの人がまず真っ先に排さねばならないものだ。キリスト教と共産主義を含むそういうメシアニズムは、必ず人の生命が殺戮される危機を生んできた。要するに先民意識とメシアニズムは混乱と戦いと差別を生むところの思想構造を基盤として持っている。その20世紀的な帰結の一つがその名前自体に神に選ばれたという意味を持つイスラエルの建国だった。これは当然ながら対立と殺戮を生む新たな震源となっている。しかしどう考えても神に選ばれたというアブラハムの子孫ではない勢力がこれを仕切っているのも奇妙なことだ。鈍感な他の人類に比べて救済思想は暴力と戦争の合理化を生むという真実を彼らは一歩先に知ってあたかも利用しているかのようである。確かに彼らはある意味では勝ち組であり、知識を持つという点では抜きんでて優れているように見えるが、最終的にそれも近いうちに彼ら自身の住む地球を物的かつ精神的に破壊してしまうだろう。戦争と対立を恒常的に生み出すことによってのみ生きられる貨幣が、資金資本としてぴったり背後についているのだから当然の結果である。それは自主的には彼の仲間であった経済人類学者のカール・ポランニーや
科学哲学者アーサー・ケストラーや物理学者エドワード・テラたちが強い疑問や反対を表明し、彼らが一様に強制と融和を訴えたことなど、どこかへ吹き飛んでしまうものだろう。非メシアニズムの先頭へ、そういう人の現状を考えるとき、別のメシアニズム的な思想を持ってきて解決を図るのは、無意味な集団支援の道である。生きるための哲学は、過去の敵であっても徹底的に平和的に共存する道を探ることの中しかない。過去のメシアニズムは具体的に敵の発見と戦闘の意義の商用につながった。人の攻撃と殺戮と破壊への快感がこれに伴った。それは間違っている。それに対して理想的に正しくても、戦いのない平和主義だけでは、理想が貫徹されることはない。我々は真実の敵に対してだけは断固として戦わねばならない。時には相手の殲滅もやむなしとせねばならない。それがなければ愛も闇、衰えてしまうからだ。もちろん最終的には戦いのない平和主義が実現することがあるだろうが、それは我々が正しく進化に介入できた遠い遠い先の日のことである。人は環境という意味でなら、地球の決定的な破壊を行いつつある。根本的に反省して地球にとってあるいは宇宙にとって、少しでも生きていく価値のある存在になってこそ人は自らの生きる道を探る資格がある。要するに我々はパンツをあったという現在を根本から反省しつつ生きる道を探らねばならない。生き延びた結果においては地球の環境のみならず他の生物と共存することが必要だ。我々は類人猿であった頃から生きるために他の生物、動植物の生命を最小限であっても犠牲にしてきた。そうするしかなかったし、動物は大なり小なり皆そうである。将来の人は今からでも他の生命の犠牲を最小限のものにするよう努力しなければならない。人の体内にある欲望は決意や掛け声だけではなくならないが、つましく最小限にすることはできる。乱獲、乱伐はもとより食欲のために他の生命を養殖したり移植したりすることも慎まなければならない。ただしそうしたことどもは、すでに産業として人の社会に組み込まれている。ただやめようと決意するだけでやめることなどできない。そこにはまた別の意味での戦いが必要とされる。人は一旦作り出した制度を廃するのにも、広い意味でだが、暴力を用いてきた。暴力を用いずに制度から脱する手段など持っていないのだ。だからこういうことは実際には非常に難しい。英知と勇気を必要とすることである。それでも近い将来はいつの日か、例えば産業の構造は変えねばならない。そのほとんどはパンツを脱ぐという行為のほんの手始めに属するものだからだ。あるいは集団的な狩猟や意味のない見せびらかしのための建設も慎むことができるだろうか。古代エジプト人の大ピラミッド建設以来、古代建築は過剰当人の大きな手段だった。そして文明の起源とすら思える役割を果たした。それなのに、そうした行為を慎むことなどできるのだろうか。自分たちを生んだ地球やひいてや宇宙に反逆し、破壊を仕掛けずに自生して生きていけるだろうか。他の種の生命にも、あるいは鉱物のような非生命にも尊敬と愛情を持って生きていけるだろうか。人の中の弱者に対しても愛情と尊敬を持って生きる道が持てるだろうか。難しい。だが何としてでもそうすべきである。それができて初めて人が地球において生き延びる意味が生まれる。そうでなければ人には簡単に自分たちの惨状の救い主、メシアを求める資格などはない。だが大変難しいことだが仮にそういう意味が持てるようになったとしてどうすればよいかを探るためには、まず我々が人になって以降生きてきた事実を反省し、歴史をもって以降の事実に対してさらに大きな反省をすることから始まる。そこから多くのものが生まれるのだ。新たなる方向。1、人は進化のプロセスにおいてパンツを履くことを選び取った。同時にそれなしには生きていけない生命の形をも選び取った。数百万年、浅い海で生きたため、体毛を失い直立して、歩行速度の大幅な退化と高圧血圧を生む心臓への大きな負担を得た。自由になった上司を道具使用のために使うことはできるようになったが、木から木へと腕渡りをしていた時の腕力が失われた。したがって道具を使えるようになったと言っても、かつての仲間であった類人猿と陸上で相まみえたとき、戦闘には身体的に不利であった。そこで道具と組織行動を持って対抗した。本当のところでは対抗という言葉では済まされないほどの殺戮と襲撃を行った。2、それが大規模であり、組織的に効率的であればあるほど人は生き残れた。3、組織的効率的であるために快感がセットされた。攻撃戦闘殺戮の快感である。4、この快感が建設、拡大の快感の起源である。5、攻撃されたのは仲間の類人猿や他の動物たちであった。しかし、ひょっとしたら仲間の人でもあったかもしれない。
6、人がアフリカ第一交代北部で類人猿や他の動物と出会ったのは、ダナキル地類からの南韓遠征の途中、初期であった。その遠征は新たに生きる地を見つけねばならぬ行動であったが、人はその時期なりの救世主を必要としていた。7、身体の不能を補う道具と言語から始まり、民族、宗教、国家という制度は皆、人が生きるためのパンツであった。組織、攻撃、拡大、建設を快感とすることも同じである。それを統合するのが救済思想だった。歴史を動かしてきた最初の力は生産構造や資本や宗教ではなくこれである。8、だが市場社会という大制度を選び取ったことから、最終的には貨幣がその最上位に来て全てを支配することになった。9、貨幣は次第にその力を増しただけでなく、次には自らが生き延びるためには自己増殖が必要だという段階に入っている。冷戦終結以降の世界は明らかにそういう状態である。10、しかし鈍感な我々が気づいていなかっただけで、敏感な者は早くから気づき、それを悪用すらしていた可能性があるが、18世紀後半以降の世界はすでにそういうことになっていた可能性がある。11、そのことにいち早く気づいた者たちが今日のグローバルな資金資本家の基礎を作った。少なくとも18世紀後半以降の戦争や革命の双方の背後には資金資本があった。世界史の陰謀説の多くはこのことを側面的に主張している。12、マルクス主義、レーニン主義はこの歴史の事実から目をそらさせる役割を果たした。世界経済の具体的状況を理解せず、労働者が権力を取れば全ては変わるという安易なメシアニズムに人々を導いた。しかし、マルクスの時代においてさえ、国家経済内部の資本家はすでに、当の昔に見せかけの権力になっていたのであった。産業や生産から切断され、国民経済の枠から外れ、時には金融からすら乖離した資金資本、すなわち貨幣が実際の世界の権力者だったのだ。13、マルクスはともかくレーニンは、資金資本の役割や行動を十分に理解していた。その上で、あえて金融資本と帝国主義という向こうに近い概念を提出して、真実から目をそらさせた可能性がある。ただし、帝国主義は当時の世界を説明するには便利な概念だった。問題はそのエネルギー源である金融資本の概念である。レーニンはマルクスの生産構造基本説を実質上無視しながら、正面からは批判しなかった。14、人類社会の現状を根本的に改革せねば、人は生き延びられないであろう。もし我々が完全に貨幣に対して白旗を上げて屈服してもダメだ。貨幣自身ももはや生き延びられるかどうか厳しい状態に入ってしまった。15、こういう状態の中で人類が生き延びる道を探すなら、パンツを脱ぐことしかない。だが身体にすでに組み込まれたパンツは血や哲学で捨てられるようなものではない。だからそれを無視するということでは済まない。例えば食べることへの欲望や性の快感や遠征、攻撃、殺戮の快感を人は決意だけで捨てられない。だから本当にそうしたければ新たな作戦が必要である。16、そもそも人は他の生物、植物、動物の命を奪うことなく生きることはできない。それらを意識して最小限にするにしても、欲望が溜まって過剰になることは避けることはできない。ならばそれをある時点までは、人が自らの身体の進化に積極的かつ有効に関与できるようになるまでは、逆手にとって生かすことである。17、まずは生きるために最小限の攻撃や建設を峻別して維持する。つましく安穏な生活を選べていることが必要だ。人は自らつましく自制心を持ち、他の生命を愛し、共存して生活することを決意し断行せねばならない。18、その上で貨幣の過剰な攻撃を排するためにだけは、攻撃性、建設性を許すことにする。そのためにだけは発揮しておくことにする。人の生命を無意味と言っても、貨幣のためには意味があるのだが、散らしつつ、地球上いずくにも遠征する貨幣の個々の道を塞ぎ、抵抗し、非協力を貫き、最後には自分自身、貨幣それ自体の存在こそ過剰な極致だと理解させ、無償させねばならない。これは厳しい戦いである。19、このことのためにだけ人は組織を作り、行動体を作ることが許される。この時、素直にして強靭な姿勢が必要である。何が真の敵かは真剣にかつ科学的に検討されねばならないし、資金資本家のグループと仲間の学者に支配されるようではいけない。これも難しいことである。20、言うまでもなくパンツを相い出されて飲むと暗黙し、あるいは内地はパンツではない。それが人が人になる前から存在しているものである。だからそれは人が生きる道を探す資格を得れば頼りにできる。その一つが例えば自然や動物と言葉を使わずに交流できる感覚である。自然の声を聞くということでもある。動物たちは人よりはるかに大きくそれを持っている。かなりの個体差があるが明らかにその力を保てている人がいる。個人の能力は暗黙知または内知を磨くことによって発展させられると言ってよい。これは諸存在の共存を助ける能力だ。
もしもそれを生かす社会制度ができるなら、それをパンツをかなり脱却できたものだと言えるだろう。新たなあるべき社会制度についての議論はまだ早い。だが教育も人の暗黙知を意識的に発達させるものに変えられうる。21、いずれも具体論は先の課題だ。ただ言えることは人の個体が必ずある程度持っている自然の声を聞く能力を大切にしなければならず、集団においてもそれが生きる指針となるように変革していく必要があるということである。さて我々人は果たして生きていけるだろうか、あるいは生きていく価値を自分たちに見出せるのだろうか。後書き。本書はもう20年も前以上に提起したパンツを履いた猿の過剰当人理論の完結編である。取り上げている問題は、旧来の学問から言えば、進化論、国家論、宗教論、民族論、経済貨幣論、西洋文化、中東史、国際関係論などになるだろうが、そういう分類がもはや無意味になってきていると思えるぐらい、各種の問題がつながっていると主張している。人が浅い海で特殊な進化を開始したことが、現代の環境問題や株式市場での問題につながっていると言っているのだ。宗教の現在もそうである。革命の思想や運動の行き詰まりも同じである。すべてが皆行き詰まっているわけだが、根本の原因は一つである。結局のところ、私が論じたことをまとめれば、我々人はどこにいるのか、どうすれば意味を持って生きていけるのかということになる。大変な難問だ。簡単に解決策が見つかるようなものではない。考えれば、絶望的になるくらいのものだ。私は結論としては絶望することを説得したいのではない。深い絶望的状況を確認すれば逆に希望が生まれると言いたかった。希望というものを安易に持てば人という船をすぐに座礁させ絶望に導く。逆に安易な楽観を捨てて本当に深く絶望すれば人という船は暗闇の中の明かりを生み出すかもしれない。例えば誰かが全ての問題を一気に解決してくれるだろうという安易な期待がメシアニズム、救済室を生んだ。世界宗教となったメシアニズムが今日の地球上の問題で全てを生んだということさえできる。20世紀の多くの大きな問題を生んだマルクス主義もメシアニズムの一種である。しかしそういうメシアニズムから何の解決策も生まれない。我々が地球上でぶつかっている問題は全て進化の中で我々が抱えたパンツによって生きるという方法が行き詰まっていることから生じている。環境問題もテレビ局やゴルフ場や主要な土地や銀行が政党や大学までもどこかの金で買われるかもしれないということも皆同じである。学問の世界で言えば学会や有力学説などは貨幣で支配できる。養老などはそれよりももっと簡単な買収対象かもしれない。簡単とは言っても、あなたや私がやろうとしても無理である。必要なのは、人生の2回や3回すべてかけて作れるような金ではない。それは本当は某メディア企業の買収に乗り出した経営者や、途中で登場した中年の若手資金資本家でも同じである。彼らもある役割を引き受けて、舞台で演じる演技力をもらったのである。その騒ぎは、ちょうど本書の構成が最終段階に入っていた頃生じた。騒ぎ全体は本書で論じた資金資本の動きとして普通のことだから、特に関心を払わなかった。いずれにしても今後しばらく繰り返されることに決まっているからだ。実際某放送局に乗っ取るとか乗っ取らないとかいう話は単調に過ぎないと思う。けれども、騒ぎの最初の頃、私がやらなくても誰かがやるわけだし、日本の企業は防御が甘すぎると経営者が言ったのを聞いた。これは事態の確信をついていると思った。小泉純一郎よりは自分のしていることを理解する能力を持っているようだった。これは人物論としては重要だが、本書で扱う範疇からはみ出しているので書かなかった。一方、自分のしていることに無自覚なのが、時の内閣総理大臣小泉純一郎であった。その人物論は最小という立場の人間の人物論だから、社会的には多少の意味があると思って書いたことは書いたが、何をどう書いてもつまらなかったので削除してしまった。彼が20世紀末からの行動で身を売って引き受けた役割というのが、日本を国際資金資本が乗り込める舞台にすべく、掃除するというものだったと思える。だから郵政民営化などがうまくいけば、それに続いていくだろうはずの日本銀行の民営化あるいは国際化とかの方策の除去に過ぎないと予測できる。そうした問題はアメリカを舞台にする資金資本が1980年に日本経済の買収を不可欠な問題にした時から決まっていた。80年代前半の日本経済は彼らの主舞台としてのアメリカを壊しかねなかったからだ。それらは単純な陰謀士観からではなく、530万年前の進化の発端以来とは言わないまでも、1000年ぐらいのスパンで歴史を考察すると理解することができる。先の若手経営者の動きも、小泉の動きもしばらく続くであろう、国際資金資本の狙いと連動しているのだ。
小泉については軽くだが人らかの試みもされたようだ。彼はその試験で不合格になった。意外かもしれないが、ヒトラーを大衆の人気者にしたことと、ビートルズを大衆のヒーローにしたことが同じ根を持つことも論じている。大衆の気分も変えるし、テレビ局全体だって変えるくらいだから、テレビで一定の気分を意図的に大衆に入れ込むくらい、いとも簡単なのだ。銀行もジャーナリズムも簡単な支配対象となっている。こうしたことに対して、我々ができることといえば、騙されないと心することぐらいだろう。それだけでは何の解決にもなっていかない。まず安易な考えを捨てねばならない。安易なメシニズムの虜になってはいけない。そうしたことを断固として拒否するところから初めて前進が始まる。何百億、何千億の単位でものを考えている人と、10万円のために死の淵に立つ人が同時に存在する不条理さを忘れてはならない。そうした不条理をなくすべき戦いは、単に経済的なものではない。人は生きていくために頼っているパンツを脱ぎ捨てる戦いにならなければならない。戦いの方向についても結論部で少しは述べた。何よりもまず現状を本気で深く認識し、格好は良くはないかもしれないが、一歩一歩の歩みを進めていかなければならない。これが私が本書をパンツを履いた完結編として書いた目的である。